皆さんこんにちは、国際日本文化研究センターの滝井と言います。本日は文明を求めた明治の日本というタイトルで、お話をさせて、いただきます。具体的には明治4年、1871年から、約2年近くにわたって、欧米諸国、を中心に世界を回ってきた、岩倉使節団という、そういう明治政府が派遣した、使節団があります。その、岩倉使節団の、旅についてそれが一体どのようなものであったのかということをお話ししていきたいと思います。岩倉使節団というのは、皆さんも、歴史の授業でこれまで学習したことがあるかもしれません。歴史上大変有名な使節団ですので、今までも、その名前を聞いたり、テレビで取り上げられたりしているのを見たという人も少なくないかと思います。この今写している写真はその岩倉使節団のリーダーたちが、太平洋を渡ってアメリカに上陸した後、サンフランシスコで撮影した、写真であります。左から木戸孝允、山口益果、そしてリーダートップの、大使である岩倉具視、そして後の、初代内閣総理大臣である伊藤博文で、最後に大久保利通、岩倉が大使で後のこの4人が、副団長といえる副使という陣容でありました。明治4年の11月にですね、横浜を発ってサンフランシスコまで、太平洋横断の旅をしました。もちろん当時は、飛行機はないので船で、渡ったわけです。で、そこからアメリカ大陸を横断し、ワシントン、ニューヨークに行って、それから今度は大西洋を渡ってヨーロッパへ、ロンドンに行き、パリに行き、そしてヨーロッパのさまざまな国を回り、ベルリン、ウィーン、ローマ、そういった、主要な都市を回った後、またぐるっと回って日本に戻ってきた。約2年近くの旅を行いました。長さも非常に長期間にわたった旅でしたが、その使節団の人員というものもですね、先ほど紹介した岩倉具視、そして木戸孝允、大久保利通、伊藤博文、山口益果というリーダーを筆頭に、総勢100名に及んでいました。その中には留学生も含まれていて、彼らは岩倉使節団の旅に加わりますが、その途中でですね、アメリカとかヨーロッパにとどまり、そして勉学に従事していくことになります。で、よく知られていることですけれども、その留学生の中には津田梅子や大川捨松といった女子留学生もいました。そういうまだあどけない少女たちがですね、特別に抜擢されて親元から離れ、で数年間アメリカで勉強をし、そして日本に戻ってですね、日本の女子教育の礎を築いていくことにもなるわけです。で、そういった意味で、例えばさっき女子教育などさまざまな成果、というものをこの岩倉使節団というのはもたらしました。しかし公式的にですね、
何のために岩倉使節団は派遣されたのかというと、それはこのスライドに書いてありますように不平等条約の改正を目指してであったわけです。後でもう触れることになりますが、日本は幕末に欧米の国々に対して国を開く、それまでの鎖国と言われた体制をやめて開国する、そして欧米の国々と通商条約を結ぶ、そういうことをします。しかしその条約の内容が不平等であると、日本に非常に不利であるということでですね、その改正というものが明治の新しい国家の目標になっておりました。で、岩倉使節団はその不平等条約の改正というものを目指してですね、派遣されたわけであります。ただ注意しなければならないのは、彼らは当初条約を即時に改正しようとしていったわけではありません。まず準備のためのリサーチとして交渉を行うというのが目標でありました。ところがですね、アメリカにまず最初行って大変な歓待を受けてですね、岩倉使節団の人たちはすごく舞い上がってしまいます。これはもしかしたらアメリカの政府の人たちというのは我々に対して非常に好意を持ってくれているのではないかと。としたらここでもう一気に条約も改正できるのではないかということを思ってしまって、条約を改正するためにはこれが正当な国家の施設であるという条約改正の権限をちゃんと天皇からもらっているということを証明しなければいけないわけですけれども、そのための天皇からの委任状というものを彼らもらってなかったので、ワシントンに着いた後慌てて伊藤博文と大久保利通が一回日本に戻る、そして天皇の委任状をもらってくるという、そういう一幕がありました。しかしよく考えると、今この段階で条約改正したらかえって不利なことが起こってしまうということが分かってしまいまして、結局ですね条約改正の交渉というものは失敗してしまうわけです。そこで岩倉使節団はここで初心に戻ってですね、将来条約を改正するためにはどうしたらいいのかということのためにですね、西洋文明を一から学習し直そうというふうになっていきます。でそうなってきた時に、彼らの前にあったのは非常に圧倒的な、ヨーロッパ文明というものの姿でありました。木戸孝允などはですね、我々は皮膚の上の、つまり表面的な薄っぺらな、開花だけではなくて、骨の髄からの骨髄からの開花が、必要なんだというように、思い知るようにもなっていきます。以上が岩倉使節団ということの歴史的な意義についてのあらましであります。これからいくつかのトピックに絞ってこの岩倉使節団というものの旅が持っていた意味について考えていきたいと思います。左側の写真というのは最初にお見せした写真ですね。もう一度この写真を見ていただきたいのですけれども、ちょっと面白いところがありますね。というのはいわゆる副師、副団長の人たちは皆洋装をしております。スーツを着て、ネクタイをしたりですね、シルクハットを持って、ズボンを履いて、そういうふうにもうすでにこの段階で、彼らは洋服に着替えております。ところが、団長の岩倉具視だけはですね、アメリカに上陸した後もこういうふうに和服着物を着ておりました。で頭はまだこういうふうに曲げを言っております。実はこのようないでたちというものはですね、岩倉使節団が最初から取り決めていたことでありました。
彼らは言ってみれば大和魂を失うまいということでですね、どんなことがあってもトップの岩倉はですね、公式の場においては和服を着続けると。礼服も日本の伝統的な公家のいでたちで通すんだということを最初決めておりました。右側にはこれは明治神宮の絵画館が持っている岩倉大使欧米派遣の図という絵であります。これは横浜からまさにですね、岩倉と副団長のこちら側が大久保利通ですね。で岩倉の右側に立っているのが木戸孝允。この3人がですね、まずこの橋舟に乗って蒸気船に乗り込もうとしている、そういう姿を描いた絵であります。この絵に描かれておりますように、大使の岩倉具視は伝統的なお公家さんの姿を通しているわけであります。これから欧米の地に行くけれども、団長である自分はあくまで和装を通すんだと、和服を通すんだと、そういう決意で当初彼らは乗り込んだわけであります。このように文明の先進国に行くわけだけれども、日本人としての気概を忘れまいという、そういう意気込みでありました。そういう意気込みで行ったのですけれども、いざ旅を進めるとさまざまな出来事が起こります。まずこれは船の中でのことなんですけれども、太平洋を横断する船でですね、船の中で日本人の岩倉使節団の人たちというのは非常にドタバタ劇をいろいろとやってしまいます。まず船に乗り込む時もですね、最初にさっきの絵であったように、岩倉と大久保木戸がまず乗り込む時はしずしずと厳かに、まず橋舟で乗りつけて乗ったわけですけれども、もうその後はですね、もうみんな点でバラバラにみんなでボートに乗って、押し寄せて、で順番も何もあったもんじゃないというふうな感じで、我先にと船によじ登っていって、そこらでまず他のお客さんたちから品縮を買ってしまうということがありました。この船はですね、別に岩倉使節団が貸し切ってたわけではなくて、アメリカやヨーロッパに帰る多くの欧米人の乗客もおりました。そのような乗客からですね、一体どういう目で彼らは見られていたのか、そういったことをですね強く感じる旅になります。で船の中でですね、例えばレストランに行くと。で彼らは一応ちゃんとですね、ヨーロッパのテーブルマナーの講習は受けるんですね。講習は受けるけれどもですね、まだみんなヨーロッパのなんで慣習に従わなければならないんだと言って、わざとですね教えられたのと逆のことをしてしまうと。例えばステーキが出されてきたらですね、そのフォークでぐさっと刺して、そのまま口に持っていってかぶりつくとかですね、あるいはスープを出されたら手で抱えて、音を立てて吸うとか、そういうふうなことをやってしまいます。でまた多くの日本人にとって、この旅がですね洋服を着る最初ともなりました。で、何が困ったかというと、ボタンの付け外しっていうのに彼ら困ってしまいますね。で今は例えばちょっと汚い話になってしまうかもしれませんが、例えばズボンのファスナーというのがありますけれども、この当時はまだファスナーというのがなくてですね、ズボンの前の部分というのはボタンで留めていたというわけですね。でトイレに行ったはいいけれども、なかなかズボンの付け外しができなくてですね、困ってしまうというようなことがあったらしい。でヨーロッパに行ったらですね、レディーファーストであると、とにかく女性を大切にしなければいけないというふうなことで、例えば船の上で向こうの社交界のエチケットを教えてあげるという、そういう西洋かぶれした人がですね、女子留学生を相手にダンスを踊ろうとすると
女子留学生はまだ10代そこそこの何も知らない少女ですので、いきなり殿方からそういうふうなことされて、非常にショックを受けると。で、それでそんなダンスを女性とですねダンスをするなど、それは武士道に反するというようなそういう騒ぎが起こったりもします。そして礼服というものはですね、先ほど言ったように和風で着物を通すということになっていた。そういうふうにこれからヨーロッパに渡ってもですね、大和魂を忘れるなというような意気込みを持ってた彼らだったんですけれども、いざヨーロッパの地に足を踏み入れるとですね、言ってみれば文明の洗礼というものを受ける。まさに向こうの社交界でまず大変な歓待をみんな受けるわけですね。パーティー攻めに遭うと。で、そこでですね美味しい料理やお酒がたくさん出てきてですね、みんながちやほやされて、みんな舞い上がってしまうということですね。で、そういうところからですね、着物和服を着ていた他の団員たちもですね、ちょっと恥ずかしくなってみんな洋服を買い求めると。さっき言ったように洋服っていうのは非常に窮屈なものであると。ボタンできっちり体を閉じ込める、また靴っていうものも草履とは違ってピシッと足を閉じ込める窮屈なものである。でも、我慢だということになる。で、ダンスを踊るなどはしたない武士の恥であるというふうに思っていたけれども、そこからですね多くのかつての志士たちがダンスを踊るようになって、これはまた後の話になりますけれども、明治の10年代20年代に入りますと鹿鳴館というダンスホールができて、そこで夜な夜なダンスパーティーが日本でも行われるということになっていきます。で、こういうふうな感じで、みんなが洋服を着るようになってですね、でいつしか、岩倉具視もですね礼服は和服で通すと言っていたのが、こういうふうに、頭も散髪して礼服をこういうふうに着るということに変貌していくようになります。ここでこの使節団を派遣した目的でありますが、すでに申し上げましたように、条約改正のための調査ということでありました。明治日本の悲願というものが、不平等条約の改正であった。どういうふうに不平等であったかというと、外国人を日本の法律で裁けないということがありました。外国人が日本の地で、何か犯罪を犯した、そうした時も日本の裁判所が、逮捕して、裁くことができない。あくまでですね、外国人の、在外公館に引き取られて在外公館の領事が裁くということになっておりました。でまた、輸入品に自由に関税をかけることができませんでした。今関税というものはその国の自主的な権利として貿易入ってくる品物にどれぐらいの関税をかけるかというのは本来的にはその国が自由に決められることでもあるわけですけれども、日本はその権利を認められていなかったわけであります。で使節団はこういった不平等条約を何とか改正したいと、そのためにどうしたらいいかというのを学習しようとしました。その際に使節団の思惑としては次のようなことがあります。つまり欧米の文明というのは万国公法に従って動いているはずであると。万国公法というのは当時流行った言葉なんですけれども、今で言えば国際法というものであります。すなわちそれぞれの国が万国公法を守って万国公法に従って、動いているんだと。すなわち万国公法に我々も従えばですね、必ず条約改正はできると。じゃあその万国公法というのはどういうものなのか、それを、教えてもらう旅、それが岩倉使節団の旅であった。それは使節団を派遣した際の理由書というのがあるんですけれども、そこでですね、地球上の国々が平和に共存しているのは万国公法というものがあって、国の強弱や大小が調整され、公共の利益や人道の手助けとなっているからだと。我が国が万国公法の恩恵に属していないのは、我が国の仕組みや習わしが万国公法に従っていないからであると。だからこの万国公法というものを学び取る使節団、そのための調査団がこの岩倉使節団であったと
いうことになります。ところがですね、条約改正の交渉というのが不調に終わる。そして、そこからですね、岩倉使節団は西洋文明の調査に頭を切り替えていくわけですけれども、いざそうやって西洋文明の調査を始めるとですね、彼らの前に立ちはだかったのがその圧倒的な物質文明繁栄の姿でした。特にイギリスにおいてですね、その国がどんなに繁栄しているか、どんなにすごい工場が立ち並んでいるか、それをですね目の当たりにして愕然とします。大久保利通は当時ですね自分の受けた衝撃を次のように書き残しております。自分は幕府を倒して天皇の政治にしようと考えた。それは成功した。しかしその後はどうしたらいいか困る。こうやって西洋を歩いてみると我々はこんな進歩の世には適しない。自分のような年寄りはこれから先のことはとてもダメだと。もう時勢に応じられんから自分は引くばかりだと。もう引退した方がいいという、そういうふうな弱気になってしまいます。こういうふうにですね、前半部分において岩倉使節団の旅というものは非常な苦い経験でありました。そこから気を取り直して彼らは何を学び取ったのか、そのことを後半部においてはお話ししていきたいと思います。